サウナ整う。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日は何でしょうか。テンション低いな。二日酔いなんですよ。二日酔いなの。二日酔いの出張を迎えに。ちょっと今日はね、折り入ってこんなところまで来てもらったんですけど、夜ね、サウナをやりたいと、でメディアも立ち上げて、サウナやりたいっていうところで、いろんな人の話やっぱまだ聞かなきゃいけない段階だなと思ってまして、今日ねもう一人ちょっと来てもらってるんですよ。はい。ちょっとお願いします。ヨッピーです。はい、ヨッピーさんです。巷では銭湯の神と言われております。そうなんです。銭湯の神。銭湯の神。めっちゃ見た目怖いんです。でもサウナのブームの火付け役の何人かには入ってますよね。まあ多少そういうことは言われることはありますね。まあでも正直ね、もう散々見てきてるんですよ。サウナ作りたいんですみたいな。僕はサウナに救われたから、今度は僕がサウナを救う番だみたいなわけのわからんこと言うやつがいっぱいいてね。わけわかんない。別にいいじゃないですか。で僕はもうそのたんびに説教してるんですよ。ど素人がサウナを作るなと。皆さんもよくご存知のオールドルーキーサウナの岡村さん、あいつは俺の弟子なんですよ。あいつは会長。まあ経緯を言うとね、その岡村さんが自分が持ってる物件にサウナを作りたいと、お客さんが結構来るからサウナが流行ってるし、なんかあったら喜んでもらえると思うんですよねみたいな。ヨッピーさんサウナ詳しいらしいじゃんみたいな、ちょっとなんかどういうの作っていいか教えてくださいよっていう人が来たから、もう調子に乗るなと。サウナがそもそも君は好きなのかと聞いたら、いや全然僕は好きじゃないんですよって言ったんで、サウナ好きじゃないやつが、神も怒ってますよ。サウナ好きじゃないやつがサウナを作るなと、作りたいならまずサウナを好きになりなさいって言って、僕がこうね、近隣のこういい施設をバーッと多分20施設ぐらい書いて、その紙を渡したんですよ。そしたら僕もそんなことをすっかり忘れた3ヶ月ぐらいに全部回りましたと。真面目ですよね。そうで回ってるうちにサウナが分かりましたと、サウナこんなにいいものだっていうことをもうやっと気づきましたみたいな、もう泣きながらですよね。多分泣きながら打ってると思うんですけど、まあそれからじゃあそこまで分かったんだ、作っていいよって言って作り始めたのがオールドルーキーっていう経緯があるんですよ。本当に。ただ、岡村さんと違って海老名さんは行ってるからね。サウナは好きです。メディアまで立ち上げて。ただね、本当に気をつけてほしいんですけど、最近そのね、赤坂で事故あったんですよ。痛ましい事故があって、で個室サウナの中で火事が起こってお二人がお亡くなりになられたみたいなやつがあって、でなんか僕もなんでそんなことが起こるんだろうと思っていろいろ見てたら、そのやっぱ画像を見るとドアノブになってるんですよね。そうみたいですね。普通ドアノブつけないですよね。後ろ押したら開くようになってるのに、なぜかドアノブがついてて、警察の発表ではそのドアノブのこれがなんか内元とも取れてて、それで開かなくなってて、で中でタオルが燃えてたみたいな話だから、なんかそれを総合するとどうも多分まずドアノブが開かなくなって、どうしよう開かないってなった時に、で非常ボタンも押したらしいんですけど、なんか応答がなく、多分ね火災報知が多分ついてたから、なんかどうにかしてこう燃やして煙とかでこう音鳴らしたら誰か来てくれるんじゃないかなみたいなことになったんじゃないかなと、これちょっと憶測でしかないんですけど、でもなんかそういうのが結構ありえるんですよね。でかつそこのねサウナ屋さんのストーブ見たら結構壁面のギリギリのピタピタのところにストーブ入ってて、あれはね結構多分危ないんですよね。燃えやすいってこと。燃えやすいんですよ。なんか電気ストーブなのになんで燃えるんだろうとか言ってる人が結構いて、その人もなんかサウナをやってる人なんですよ。サウナのやってる人がこんなこと言ってるのマジで恐ろしいと僕は思ったんですけど、電気ストーブもね壁ピタピタに作っちゃうと、ここがねなんかね低温でだんだんね木が炭化していくんですよ。で炭化していくと、炭になってくるんですよ、黒くなって。そうなるとね発火点が下がってくるから、そのうち火がつくんですよ。例えばこうなんかレンガの一応ねレンガで耐火なんですが防火壁みたいなの作って、でその奥が木だったとしても、こうレンガを通過した奥側の木がブスブス炭になってって、そこから火が出るとかってあるんですよ。よくラーメン屋でもありますよね。この裏の鉄になってるんだけど、裏の木が燃えちゃって大火事になることがある。熱の問題だから。熱だね。そういうのってね、このね怖いのが見えないんですよ、ここからは。でも裏でブスブス燃えてて、で一酸化炭素が出てて、それ吸ってなんかこうブラックアウトしちゃってぶっ倒れるとかありえるんで、素人がね作っちゃダメなんですよ。いや怖いっすわマジで。でもいきなし来
てね、いきなり来て初めましてでしょ。初めましてでそんな怒ることないじゃないですか。サウナって何ですか？いやいやサウナとは何ぞや。プロジェクトですよ。いやサウナとはですか、はい。サウナとはまあでも僕にとってでもサウナはもうあれですね、歯磨きみたいなもんですね。やんないと気持ち悪い、入んないと気持ち悪い。歯磨き程度なんだってやっぱ思ってしまう。いやじゃあ小便ずるいよ。小便後出しだから何言っても小便週何回ぐらい？週3はキープしてますね。なんか週3でキープずらされたらやっぱそれもなんかな。いやでもあれじゃないですか、収録行ったから好きってわけじゃない。もちろんもちろん。でも本当に気持ち悪いですよ。さっき、歯磨きでやんないと気持ち悪いとおっしゃいましたけど、それは僕にとってもやっぱそうで。そうなんだ。そう、僕は毎日行かないと思ってたんですよ。ヨッピーさんは何だ。僕はやっぱ心のお守りって呼んでるんですよ。サウナは心の中にって僕は呼んでるんですよ。なんか嫌なやついるじゃないですか。なんか社長やってたらそれはムカつく部下もいればムカつく取引先もいて、こいつどうしてやろうかなってやっぱ怒る時もありますし、落ち込む時もあるんですけど、そういう時にまあでもサウナ入ろっかなっていうのが支えになりませんか？なりますね。そう辛くてもまあこの後ちょっとサウナ行ってリフレッシュしたらなんとかなるかなみたいな、そういう僕の中でお守りですね。これから聞かれたら心の守りっていうそうでしょ？今後いろんなそうでしょ？取材とか受けたり。本当にでもマジで週8回行って週 8？ はい、8か9ぐらい多分行ってる。すごいな。一日じゃあ2回行くそう、1日2回行く日もあるからですね。ちなみに今日もうすでに行ってるんですよ、昼間。ちょっと営業というか、まあぐるぐる外打ち合わせの合間に一軒行ってるんで、今日夜寝る前にどうせもう1回行くから、こういう日は2回。ホームのサウナはどこですか？僕でもやっぱ草加健康か、結構遠いですよ。そうですね。それが最近で言うと楽が近いんで行っちゃいますね。意外と楽があってなんか舐められてるというか、サウナーに後楽園ね。そうめっちゃいいですよね。めっちゃいいです。だからちょっと許してやりたい。そうなんだ。楽はいいんだ。怒られてる。楽が舐めてるっていうのは僕も一緒なんですよ。あと楽がとキング&クイーンは舐められ、サウナーが舐めがち問題とかあると思うんです。そう、このね楽がも所沢のキング&クイーンも施設としても、まあ、サウナの質もかなり高いんですよ。けどなんかやっぱラクーアもキング&クイーンもやっぱこう大人数がわーって行くような場所だからなんかクロート部ってちょっと下げがちみたいな、ちょっとなんかね舐められてメジャーですよね。ちょっとメジャーめっちゃいいですよ。そうなんかスラムダンクをけなしてネジ式を褒めるやついるじゃないですか。そういうムカつきは僕はあります。まあいいもんはいい。いいもんはいいよね。めちゃくちゃいいですよ。それはいいですね。なるほど。それはいいんだ。ちょっと見直されたんだ。怒られてた。じゃあ草加健康センター好きなメニューなんですか？それはもう飯も食いますでしょ？そうですね。スーラータンメンですね。スーラータンメン。それはダメだ。そこはダメだ。それになんかあるの？スーラータンメンに行ってる人はまだね多分一周してないでしょ？してないです。メニューを。だってカレー行ってないでしょ？行ってない。カレーリゾートも行ってないでしょ？行ってないです。カレー唐揚げとかも行ってないでしょ？行ってない。ほらほんだからもう一周したら分かるんですよやっぱスーラータンメンって時点でまだ回ってないんだみたいな。もしかしたらちょっっとネジ式狙ったもんね。スーラータンメンはでも一番メニューのど真ん中にある。そう押してるのは分かるんですよ。草加健康センター行った時のルーチンちょっと聞いていいですか？サウナルーチン。草加だけじゃなくてどういうルーチンに入ってるかちょっと。まず僕行くの朝風呂なんですよ。5時。5時に行く。でそこで草加センターは厚めなんで。まず下段で12を狙う。12を。ただ1セット目はこの時期いけるんですけど、2セット目から失速、ちょっとしんどいですね。失速して8、12、8、8、まあこのセットですね。3は行きたい。3セットで、水風呂はそうかって多分16度ぐらい、ちょうど良いので、1分入って、ただ外気浴は結構今寒めなんで、もう1分ぐらいして、もう次のセット行って。分かった。何言いたいか分かった。あれでしょ、薬草風呂でしょ。おお、さすがまだね掘ってないっすね。SKC の極意を掘ってないですね。草加健康センター薬草風呂あるじゃないですか。あれお湯に入んないって今おっしゃいましたけど違うんですよ。あれはねサウナに入る前にあれは入るでしょ。これね見てる人がいたらやってほしいんですけど、あそこのねまずお湯あれめちゃめちゃ汗が出るんですよ。でめっちゃピリピリするんですよね。なんか唐辛子が入ってるんで成分として。だから結構チクチクしてピリピリしながらちょっと入るんですよ。1分ぐらいガーッと
入ってそのまま出てくるじゃないですか。でこの水をこうなんですかタオルで拭かずにちょっとこぼして、で外でちょっとこうなんて乾かすんですよ。もう自然に乾かすんですよ、拭かずに。でそのままサウナに入ったらめちゃめちゃ暑いんですよ。汗がめちゃくちゃ出ます。そうそれにやっぱたどり着いてないんですよ。それはついてない。だからスーラータンメンでやっぱ止まっちゃったし、やっぱサウナで止まっちゃったし、浅い。俺2回ぐらいしか行ってないんですけどたどり着いてます。そうだから今多分サウナ作ったらやっぱ浅瀬のサウナですね。浅瀬の幼児用ぐらいのサウナになっちゃうから。溺れないね。どうすればいいですか。そうだってもうでも歩みは止められなくなってるから。もうそれやっぱ師匠はいらっしゃるんですか。岡村さんにはいろいろ相談していて、ただ物件的な話とか、まあそうです。不動産の話ですね。レギュレーションの話じゃない。そうですね。一回全員で行きましょう。それヨッピーさんの責任で撮影できるようにしてくださいよ。任せてください。飯もねちゃんと食飯ももう俺が言ったら一発ですよ。それはすげえ。銭湯の神ですかね。神だもんな。神が言ってんだからそれはそうよね。それ行きますよ。行きたい。じゃあなんか新しいまた師匠ができてよかった。そうですね。じゃあ正式に師匠って呼んでほしい。ルーツ同じですよね、岡村さんと。岡村さんの師匠。岡村さんの師匠。同じ派閥ですよね。王道や吉村や。いや兄弟子が岡村さん。兄弟子だ。そう。なるほど。なんでちょっとまあいろいろ最初にいきなりね心構え的なものを聞いたんですけど、ちょっと今の進捗は次聞いてもらってちょっとまた違ったご指導をいただきます。じゃあ今回ははい、じゃあありがとうございます。ありがとうございます。